ちね、ご飯あんま食べないんだよね。パンが好きで。おお、パンと麺で生きてる。意外だ。へえ。そうなんですよ。うちもそうだよ。でもまあキアラはね、ヨーロッパの人なんでそれは普通かもしれないけど、日本人としてはね、意外だ。Oh, she says that she's actually more the type of person who prefers to eat, noodles and bread and all that. それはパンの耳をいっぱい食べてたから関係ないか。パンの耳、パン愛着がある。お米は高い。あー、そうなの？日本では米安いんじゃない？そうか。海外と比べると安いかもね。そう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 。でもパンの耳と比べると米は高いよ。まあそうだね。15円はさすがに。そう、お米は炊かないといけないんだよ。めんどくさいよね。炊飯器、そう、炊飯器が高い。パンはそのまま食べれるでしょ。確かにそう。米が主食の日本では炊飯器という米を炊くためだけの専用の家電があります。使い方は決まった量の米と水を釜に入れて炊飯器にセットし、ボタンを押すだけです。火の調整がいらないため、いつも同じように米を炊くことができます。松井先輩、炊飯器買わなくても米作れるよ。でも日本人はみんな炊飯器持ってるからな。その発想はないのか。炊飯器持ってない。ポット。What's pot in Japanese? あれ、ポットわかるよ。ポットね。ポットでどうやって炊くの？She does not do it. See, this is really the difference because in my area, no one has a rice cooker, so they all do it with a pot. But in Japan, she gives me the reaction of how do you do it with a pot. あれすげえな。炊飯器がもう普通すぎて。なるほどね。海外だとさ、みんな炊飯器持ってないからみんなポットで作るんだけど、鍋でね、鍋と水。普通に米を例えば1カップ入れたら、水をその2倍を入れて、ですぐに作れるよ。へえ。これからもっと米を食べましょう。パンがいい。パン。オッケー。まあパンでもうちもパン好きやわ。オッケー、パン。パン大好き。あれ、did I say correctly? Yeah, just put in one rice cooker. But 今の2人の会話ですが、誤解があることに気づきましたか？これは2人がポットについてそれぞれ別のものを思い浮かべているためです。炊飯器持ってない。ポットは日本語に翻訳すると鍋と言います。そして日本でもポットという言葉を日常で使います。しかし日本人は英語のポットとは異なり、これを思い浮かべます。日本ではそれを電気ポットと呼んでおり、この電気ポットのことを省略してポットと呼んでいるのです。これを踏まえると2人が戸惑っている意味がわかります。ただしもしかするとまつりさんが鍋で米を炊く方法を知らないだけの可能性もあります。持ってないからみんなポットで作るんだけど。たこ焼きの型に流し込む。
横の線まで流し込みます。電子レンジ使うらしいぞ。1個分足りない気がする。まあいっか、7個でも。ちょっとレンチンしてきてもいい？レンチンしてくる。まさかのレンチン。ちょっと行ってきます。少々お待ちください。電子レンジで温めることをレンチンやレンジでチンすると言います。感動した。やべえ、今時のチーク菓子はレンチンしてマジで生地を膨らませるんだ。あ、うちタコ入れるタイミング間違えてる。もしかしてやばい、タコ入れてレンチンするんだって。間違えてる。タコ焼きになんとかってことは、このタコもレンチンするんだ。もしかして。すごい、本当に生地がなんかパンの生地みたい。これはまごうことなきたこ焼き。見た目は完全にたこ焼きだよ。楽しかったよ。職業訓練学校。学校気分で主婦たちに混ざって医療事務をね取得したの。すごい楽しかった。朝のスピーチみたいな時間があんの。3分間スピーチでみんなにおすすめしたいことの話みたいなトークテーマがあって、最近家族でお金を出し合って買った全自動ドラム型洗濯機を超おすすめしたの。今までは普通の洗濯機で洗濯をして、でびしょってるのを風呂場に干して、で浴室乾燥かけてたわけね。もうとにかく不便だったの、浴室乾燥スタイル。全自動ドラム式洗濯乾燥機にしたら乾燥までカッピカピに乾く。カッピカピに。だから回しとけばもう干さなくていいし、待たなくていいって感じで、それをねもう力説したわけ、主婦たちに。日本の浴室には服などを乾かすための乾燥機がついていることがあります。特に最近建てられた家やアパートはついていることが多いです。浴室の天井に換気扇と一緒についており、そこから暖かい風が出て服を短時間で乾かせるようになっています。誰もがいいじゃんってなると思っていたら、主婦目線のねコメントって意外と違くて、それってでも電気代月々いくらぐらい上がるのって言われて、そんなこと今までの人生一度も考えたことなかった。なぜならマリンは職業訓練学校に行っている時、今まで一度も実家を出たことがない実家暮らしのパラサイトガール、子供部屋おばさんだったわけ。電気代お父さんが払ってますみたいな冷蔵庫を買い替えたんですよ。ラミーの冷蔵庫って、ちょっと大きめの加湿器ぐらいしかない冷蔵庫だったのよ。ホテルのやつみたいな。それよりかはもうちょい大きい。とりあえず2ドアで、上と下が開くやつだったのよ。で、中にぎっちりと水とゼロカロリー飲料がぎっちり入ってるっていう、そういう冷蔵庫だったんですよ。なんで買い替えたかっていうと、言い訳にもなってたんですよ。いや、だってライン、自炊、だって冷蔵庫ちっちゃいし、買っても何も野菜なんか入んないし、みたいな。
まあいよいよね、その自分の体がね、あかんことになってきて、冷蔵庫をですね、買ったんですよ。でも、ラミーさん、冷蔵庫何がいいかとかさ、事前に全然調べず、とりあえず、電気屋さんに行ってみようと思って、なんか喋るみたいなやつとかさ、なんだろう、2ドア、なんかドアがどっちからも開くとか、なんかいろいろあったんだけど、まあわからなくてさ、今より入ればいいやと思ったわけ。野菜室があるやつがいいなとは思った。よくよく考えてみれば、ラミーさん自分の家の寸法とかわかんなくて、いや、横幅とかもどんぐらいの買えばいいのかも全然わからなくて、どうしようかなーって思っててさ、マリー先輩冷蔵庫どんぐらいだったかなと思って。言うてそんななんか大家族用みたいな大きい冷蔵庫ではなかったし、言うて小さすぎもしなかった。その真ん中ぐらいのサイズだったなーと思って、そのぐらいのサイズの冷蔵庫を適当に買いました。なんかすごい暑くなってきたけど、エアコンのリモコンどこ行っちゃったんだろう。参加する。めちゃくちゃエラー出てる？マジで？なんでなんだ？そんな大会させてくださいよ。お願いしますよ。じゃあその間にうちはリモコン探すわ。でもこの辺なんかそんなに動かして、あった。そんなに動かしてないと思ったら通信エラーじゃねえか。冷房と喋るんだ、うちのエアコン。喋ったー。喋るし、なんかエアコン止めてもなんか清掃モードに入りますとか言って全然止まんないの。エアコンの音うるさい時とかあるじゃん。で録音しなきゃいけないものがある時にエアコン止めようって思ってエアコン切ると清掃モードに移行します。ブーガガ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 ゴー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 。おーい、音を止めるために止めたのにお前それじゃ意味ないやろがーいってなる。涼しくなってきた。ヨーロッパのトイレでビデオを見ましたか？なかったよ。なかった船長ね、実はウォッシュレット絶対したい派だからないのめっちゃストレスだった。それが無理でウォッシュレットのない国にはもう行きたくないかもしれない。そのレベル。トイレ行かないのにそう、しないんだけど、あってほしい。日本にしかない。嘘でしょ。携帯ウォッシュレットなんてあるの？知らないんだけど、そんなの。知らなかった。次は絶対持ってく。ウォシュレットとは電動のビデと呼ばれることもあり、便座にボタンと水が出るノズルがついています。トイレの後、洗浄したい部位のボタンを押します。すると温水が出て、その部位を自動で洗浄してくれます。イタリアやフランスなどヨーロッパではビデがあるそうです。写真のように日本のウォシュレットとは形や使い方に違いがあります。清潔かどうか気になって使えない？どうでもいいじゃん、そんなこと。どうせみんな汚い。どうせみんな汚いもん洗うんだから。
お互い様お互い様。まあぶっちゃけね、どうでもいいよね。お尻の穴なんてどうなろうと。どうでもいいね。お尻の穴なんか。ぶっちゃけという言葉は率直に言うと、いや本音を言うと、はっきり言うとという意味で使うお尻の穴はあった方がいいんじゃない？文の最初に使うことが多く、ぶっちゃけ穴はあの多い人が方がいいか嫌い。な。いやぶっちゃお尻の穴はありまけす。どうでもいいのように使います。テーマはこれ買ってよかったもの。買ってよかったなーって思ったものは何ですか？うちは最近入院から帰ってきたらいろんな機材が壊れてたんですよ。不思議なんだけどさ、モニターも1枚壊れてたし、掃除機も壊れたし、まあ掃除機はね、一人暮らし始めたからずっと使ってたからまあまあ。で、掃除機をね、ダイソン新しいやつ買ったのね。でさ、新しいダイソンが吸い込むところから光が出てんの。地面を照らす光みたいなのが出てて、それがすごいの。ゴミがめちゃくちゃ見えるの。しかもゴミいっぱいあるところで吸引力が変わるの。キューンってフル稼働マックスみたいな感じになるのね。ゴミ見えやすくするライトマジでやばいから、ダイソンっていうか掃除機ちょっと気になってる方はね、まあちょっと予算に余裕があればね、ダイソンの先っぽから光が出る掃除機、すんごい綺麗になるのでおすすめだと思います。もうめちゃくちゃ綺麗になるぞ。もうダイソンのスイッチ入れたら自分のスイッチも入っちゃうからね。あさみお便りのこれ買ってよかったものでした。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。